今回はリフォーム用語中級編です。皆さんいくつ知ってますか？ももくり。こんにちは。ももくりチャンネルのみこです。代表取締役の石川です。よろしくお願いします。今回はリフォーム用語のお話です。はい、いざねリフォームをしようとするときにね、皆さんやっぱりネットで調べたりリフォーム事業者のね、方とお話しすると思うんですけれども、そんな時にねやっぱり聞き慣れない、いろんな専門用語がね結構出てくると思うんですね。でもやっぱりどうしてもその言葉がわからないとなってくると、やっぱりリフォームの打ち合わせをする時にいろいろちょっとやっぱり不便をね、する時があると思います。その時のためにね、いざリフォームをしようとする時に困らないように分かりやすく、今回は、リフォームの専門用語をねご説明させていただきたいと思います。はい、前回は初級編でしたね。そうですね。はい、今回はね少し難しくして、中級編というところになります。はい、それでは知らないと損する中級者向けリフォーム用語を徹底解説いってみましょう。ママくはい、まずは工事関連の用語です。石川さんお願いします。はい、まずは、レベル1からいきますね。はい、改装。みこちゃんわかりますか？はい、これはわかります。建物の外装や内装などの仕上げ部分の模様替えをすることですね。さすがよくわかりましたね。はい、正解です。では、次いきますね。レベル2、内乗り。これはどうですか？なんとなくはわかるんですけど自信ないです。難しいですよね。壁とか柱のこの内側から取る寸法のことを内乗りと言いますね。またはその採寸方法のことを内乗りという言葉になります。はい。では最後に、レベル3、はい、カバー工法。これみこちゃんわかりますか？これは桃栗かき屋で働くようになってから知りました。なかなか聞き慣れない言葉だとは思うんですけれども、基本的にこのカバー工法ってそのサッシであったりね、あとは屋根外壁とかに使われる用語になるんですけれども、簡単に言うと、既存の部分を残しながらその上に、施工する方法の形になりますね。屋根も外壁もその上から新しい吹き材を改装するというところになります。はい。今回難しいんで張り合いがあります。そうですよね。はい、では続いて素材関連の用語です。石川さんお願いします。はい、まずはレベル1からいきますね。はい、コーキング材。みこちゃんわかりますか？はい、これはわかります。外部のサッシ周りやコンクリートの打ち継ぎ部分などに使用するパテ状の材料ですね。水密性、気密性を確保するために使います。内装でシステムキッチンやユニットバスにも使用しますよね。正解です。すごいですね。よくわかりますね。はい。ではレベル2、はい、モルタル。これはどれですか？はい、これもわかります。はい。これはね、セメントと砂をね、水で混ぜて作った塗り剤のことですよね。一般的にはこのセメントモルタルとかねっていう形で言われますね。はい。では最後にレベル3、塩ビシート。みこちゃん、これわかります？はい、わかります。塩化ビニール製のシートのことですよね。耐水性に優れて主にね水回りの床材とかにね使われるものになっていて、やっぱ水に強いっていうのが特徴ですよね。はい、石川さんありがとうございました。はい、最後に工事プランや仕上げ関連の用語です。少し難易度が上がります。石川さんお願いします。はい、ちょっと難しくなりますけどね。はい、ではレベル1、スキップフロア。みこちゃんこれわかりますか？はい、わかります。住宅内の一部の床の高さをずらした建て方ですね。変化のある室内に、なりますし、おしゃれになりますよね。そうですよね。すごくおしゃれに、なる方法ですよね。はい、正解です。ではレベル2、軒天。これはわかりますか？はい、これもわかります。屋根の外壁から飛び出した部分の裏側の天井のことですね。平屋などでこだわる方が多い印象です。そうですよね。レッドスターとかね、そういう素材を使いながらおしゃれにね仕上げる方法とかっていうのもありますね。はい。では最後にレベル3、エクステリア。
ひこちゃんこれも分かりますね。はい、わかります。はい、建築物のね外部のことですよね。外交とかもねエクステリアっていう言い方をしますけれども、主にね庭のこのウッドデッキとかね、あとは門扉とかフェンスとか、その辺の部分を指して呼ぶことが多いかなというふうに思います。はい、今回は中級編少し難しかったですね。石川さんありがとうございました。ももくり。はい、今回は知らないと損する中級者向けリフォーム用語を徹底解説をお伝えしてきました。石川さん、改めてリフォーム用語を勉強するの楽しいですね。そうですよね。やっぱり知らない言葉をね、いろいろ理解できるっていうのはねいいことだと思いますし、やっぱりこの、お客さんもねこのリフォーム会社とやっぱり打ち合わせ等をねする際に、僕ら側もやっぱりなるべくお客様が分かりやすいように専門用語をなるべくね使わないようにはしてるんですけれども、どうしてもやっぱり出てしまう時あるんですよね。その時にその言葉をね、お客様が分かっていただければやっぱ打ち合わせ等もスムーズにねすごくいくと思いますし、その理解することによってより自分のねどうしたいかっていうのがね広がるかなっていうふうに思います。はい、リフォームってやっぱりどうしてもね大きいイベントのね一つになりますので、これらの用語をねしっかり活用して理解して、理想のね住まいを手に入れてもらえたらなというふうに思います。はい、石川さんありがとうございました。